愛です。今日も難しい話はしませんが、教科書でも解かれない感性と理性の関係性をお話しできればと思います。皆さんは、あの人は感情的だという言葉や、あの人は理屈っぽいなどという言葉をよく耳にしませんでしたか？古くから感情的という言葉を女性に、理屈っぽいという言葉を男性に当てて語られてきました。今もなお、この両者はよく対立を繰り返しています。夫婦喧嘩などは感性と理性の対立を象徴している出来事と言えるでしょう。そんな感性と理性ですが、そもそも同時に存在している理由を考えたことありますか？なぜ男女が愛し合い、新たな生命を育んでいくのかという疑問と、なぜ一人の人間の中に感性も理性も同時に存在するのかという疑問です。さらに言い方を変えましょう。進化の過程でどちらかが失われなかったのはなぜでしょう？答えは言うまでもなく、両方とも必要だったからです。この2つの関係性をもっとわかりやすくするために、子育てと事件を例にしてみていきましょう。赤ちゃんが生まれた直後には、泣いたり、笑ったり、と感性で思っていることを表そうとします。これは、理性で表現できるほどの経験を持ち合わせていないためです。このことからもわかるように、物事を感じ取る順番は、感性が先となります。次第に年月が経つと理性が養われて、物事の優先度を決めていくようになります。これが、そのまま、感性と理性の関係性です。今度は子育てをするお母さんの一日を見ていきましょう。明日は子供の運動会、その時のお母さんの心の中では、体操服の準備や運動しやすい靴の準備。お弁当の用意も必要だし、弟を幼稚園に送らなければいけないし。夫は運動会をビデオカメラに収めようと朝から場所取りを優先しようとするし。母親の心の中は一遍に必要なことを感じ取ります。その感じ取ったすべてを時間内にクリアするために働かせるのが理性です。例えば、幼稚園に弟を迎えに行った後、子供と運動靴を買いに行って、通り道のスーパーでお弁当のおかずを買って、夜のうち弁当を作って冷蔵庫で冷やすか、いつもより朝早く起きてお米を炊くか、などと物事の優先順位をつけて、すべてを合理的にしていく道筋を立てるのが理性となります。大切なことを感じ取って処理していく。これが感性と理性の関係性の一側面です。では、今度はよくある事件をもとにして感性と理性の関係性を見ていきましょう。例えば、オレオレ詐欺。被害対象はお金を持っていそうなご老人です。この時、犯人が感じていることは自分のために生きて何が悪い。先のない老人にお金など必要ない。これらは犯人たちの実際の供述です。では、彼らが感じていたことは何かというと、自分のために生きるのだから、人がどうなろうと構わないという感性です。逆に言えば、お金がなくなったら大変だろうと他者を思える心があったなら、人生の選択肢で詐欺師は選びません。何が言いたいのかというと、感性が貧相ならば、貧相な理性にしかたどり着かないということです。言い方を変えれば、偉大な理性を持つ人は、同時に偉大な感性を持つ人ということになります。さらに別の角度から見ると、感性が理性を育て、理性が感性を導く、それが感性と理性の間柄となります。もちろん、全員ではありませんが、統計で見たとしても、感性的な女性と理性的な男性の比率は圧倒的多数を占めます。実際の男女の関係もそこに収まっていることが多いでしょう。女性が男性を育て、男性が女性を導く。感性が理性を育て、理性が感性を導く。全く同じ構図です。難しい言い方をすると、これが円満の法則と言われる状態です。今時の言葉を借りて言うなら、持続可能な関係性と言えるでしょうか。円満の法則については、また別の動画で触れたいと思います。感性と理性の対立は、物事をマイナスにしか働かせない、とても無駄な時間だということがお分かりいただけましたか？それではまた次の動画でお会いしましょう。